ニコン Z52DX1650mm 対決。はい。皆さんこんにちは。長チャンネルです。ニコンの APS-C ミラーレス機 Z52 の標準キットレンズは、振動式でコンパクトなニッコール ZDX1650mm F3.5/6.3VR です。このキットレンズは結構写りがいいと評判でしたが、去年の10月に同じ焦点距離で F2.8 投資のズームレンズニッコール ZDX1650mm F2.8VR が発売されました。第三元レンズの DX 版のようなレンズなので、どのくらい画質が向上しているのか、F2.8 の優位性はどの程度なのか、テストしてみたいとずっと思っていました。はい。というわけで、このレンズの登場です。振動式でコンパクトなレンズを売って、約10万円もするこちらのレンズに買い替えるメリットがあるのかどうか検証します。それでは、Let's get started! 長チャンネル。1、暗所での撮影。かなり暗い農家のいろり端で鉄瓶の写真を撮りました。焦点距離 50mm、換算 75mm です。どちらのレンズも気軽に撮れるシャッタースピードは20分の1秒で、10分の1秒にするとビブレの確率が高まります。まずはコンパクトな F3.5/6.3 です。シャッタースピード20分の1秒、絞り開放の F6.3、ISO6400 です。絞り開放なのでやや緩い描写です。右はシャッタースピード25分の1秒、少し絞って F8、ISO12800 です。F8 まで絞ってもそれほど解像感は上がっていません。逆にノイズが増えるので F6.3 の方が良さそうです。右の写真を大口径レンズ DX1650mm F2.8VR に入れ替えます。シャッタースピード25分の1秒、絞り F6.3、ISO6400 です。F2.8 から F6.3 まで絞り込んでいるので、同じ F6.3 でも大口径レンズの方が解像感が高いです。左の写真を大口径レンズの絞り開放と入れ替えます。シャッタースピード50分の1秒、絞り開放 F2.8、ISO3200 です。絞り開放 F2.8 なので解像感がやや落ちています。ISO は3200なので暗部のノイズは格段に減少しています。背景も綺麗にボケています。1枚選ぶとしたら F2.8 の写真です。2、最短撮影距離の解像感。2本のレンズとも最大撮影倍率は焦点距離が 50mm、換算 75mm の時です。コンパクトな F3.5/6.3 は 0.2 倍、大口径の F2.8 は 0.24 倍です。最短撮影距離は F3.5/6.3 が 0.3 メートル、F2.8 が 0.25 メートルです。最短撮影距離まで近づいて葉っぱの表面を撮影しました。F3.5/6.3 の絞り開放 F6.3 です。
十分改造しています。F3.5、6.3 のレンズを少し絞り F8 です。被写界深度が増したようです。解像感は変わらず十分です。コンパクトなキットレンズですが、基本性能は高いです。F2.8 のレンズを F8 まで絞りました。十分改造しています。絞りを開けて F4 にしてみました。十分改造しています。光量が十分あれば2本とも画質に問題はありません。長チャンネル。3、玉ボケ。木漏れ日をアウトフォーカスで玉ボケにしてみました。大口径 F2.8 の絞り開放 F2.8 です。玉ボケはそれほど綺麗ではありません。ズームレンズ特有の玉ねぎボケです。少し絞って F3.5 です。早くも角張ってきています。コンパクトなキットレンズの絞り開放 F6.3 です。やはり玉ボケは綺麗ではありません。絞って F8 です。角張ってはいませんが、玉ねぎボケです。2本のレンズともに玉ボケはあまり綺麗ではありませんでした。4、ディテール。焦点距離 36mm、換算 54mm でパンフォーカスになるような写真を撮りました。コンパクトなキットレンズは 36mm の時の開放 F 値が 5.3 です。絞り開放の F5.3 でも数メートル離れればほぼパンフォーカスに撮れます。手前は軽くボケていますが、てっぺんまで改造しています。F8 まで絞ってみました。手前から奥まできっちり改造しています。大口径 F2.8 投資の 35mm で撮影しました。F8 だと手前から奥まできっちり改造しています。コンパクトも大口径もほぼ同じようによく改造しています。気になったのは大口径 F2.8 の絞り開放だと前ボケがザワザワした感じです。絞り開放でのボケ具合には気をつけた方がいいようです。これまで何度かキットズーム DX1650mm F3.5、6.3 をテストしてきて、絞って撮れば写りはくっきりでかなりいい。
ボケはうるさく期待できないという印象でした。それに対して DX1650mmF2.8 は Z52 をメイン機として本格的に撮影するなら、明るさと画質が格段にいいこのレンズに入れ替えることをお勧めできるほど画質とボケ味のいいレンズです。コンデジのように持ち運んでさっとパンフォーカスの写真を撮る感じなら、キットレンズの DX1650mmF3.5、6.3 がいいでしょう。ISO 感度を上げずに暗い場所でも綺麗な写真を撮りたいとか、ボケを生かした雰囲気のある写真を撮りたいなら、大口径の DX1650mmF2.8 が良いと思います。次の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。